今回はページを使用した筋電図波形表示プログラムを作りましたので紹介します。ページを使用し、GUI 画面にラベル、エントリー、ボタン、ラジオボタン、キーコンボボックス、フレームを配置し、これに筋電図の波形を表示します。こちらがページで作成したコードとなります。コードはメインの EMG-Py と EMG-Support-Py の2つのファイルとなります。それでは、修正したプログラムを実行してみましょう。起動時はこのような画面が表示されます。ここでエントリーに筋電図のファイルパスを入力します。読み込む筋電図のファイルは、Excel ファイルとして保存したものを使用します。データは、Sheets1 に、A 列が時間軸、B、C 列が筋電図の波形データを記録しています。それではデータを読み込んでみましょう。上に1チャンネルの筋電図データ。下に2チャンネルのデータが表示されています。整流波形のオプションをクリックすると、このように、波形が整流されて表示されます。こちらは整流されたデータの場合、移動平均の工数を選択するコンボボックスです。このように移動平均の工数を選択すると、その工数で移動平均を計算し表示することができます。コースを増やすに従って、波形がより滑らかになっていることがわかります。それでは、プログラムの説明をしていきます。プログラムコードは2つありますが、GUI を設定した EMG-Py の方は変更を加えていません。変更を加えたのは、EMG-Support-Py の方になります。それでは、追加した部分について説明します。最初にモジュールのインポートですが、ここでマトプロッピブを取り込んでいます。フィギュアは、グラフのすべての要素を保持する、画用紙を作成します。フィギュアキャンバス TK アップは、その画用紙、フィギュアを、トキンターのウィンドウに貼り付けられる、パネル、ウィジェットに変換します。次はグローバル変数の設定です。DF は、データを読み込むデータフレームです。そしてキャンバス1、キャンバス2をからの状態とします。次はメイン関数ですが、44行で initialize_GUI、関数を呼び出しています。そして、呼び出された initialize_GUI 関数がこちらになります。まず、ラベル1に、読み込みファイルを入力してください。と表示します。次にエントリー1の初期値として、筋電図データファイルのパスを設定します。次は60行目で、T コンボボックス1に選択項目を設定します。項目は、移動平均処理なし、7項移動平均、21項移動平均、53項移動平均とします。そして、初期値を0番目の移動平均処理なしに設定します。次は、ウィジェットのイベントに関数を紐付けます。ボタン1には read underline and underline plot underline データ関数を、レディオバフ1には on underline settings underline change 関数を、レディオバフ1 underline 1には on underline settings underline change 関数を、t コンボボックス1には on underline settings underline change を紐付けます。それでは、紐付けられた各関数について説明します。最初は、read underline and underline plot underline データ関数です。この関数では、ボタン1が押された時に呼び出されます。エントリー1のパスから Excel ファイルを読み込み、グラフを描画します。最初にグローバル変数として DF を設定し、エントリー1よりファイルパス変数に入力されたパスを代入します。次に、変数 DF に Excel ファイルのシート1よりデータを読み込みます。次に、80行目から84行目までは、読み込んだデータに SEC、EMG1、EMG2 列が含まれているかを調べ、含まれていなければ、エラーメッセージを表示し、この関数を抜け出します。そして、これらのデータが含まれている場合は、85行目でグラフを描画する関数を呼び出しています。それ以降の記述は、
エラー処理となります。次は、オンアンダーラインセッティングズアンダーラインチェンジ関数です。これは、ラジオボタンまたはコンボボックスが変更された時に呼び出されます。またデータが読み込み済みの場合、グラフを再描画します。98行では、データがある時プロットアンダーライングラフズ、関数でグラフを描画します。次に、プロットアンダーライングラフズ、関数では、現在の設定に基づいてデータを処理し、グラフを描画、更新します。最初にキャンバス1、キャンバス2をグローバル変数として設定します。そして107行目では、データがない場合、エラーメッセージを表示し、この関数より脱出します。そして、次に元のデータを変更しないように emg1 アンダーラインプロセスドと emg2 アンダーラインプロセスド変数に、元のデータをコピーしておきます。次に116行目では、ラジオボタンの値が1すなわち整流波形の場合、データの絶対値変換処理を行うため変数 is アンダーラインレクティファイドを true とします。そして、この変数が true の場合の処理が119行目以降となります。119行目。120行目は、データの絶対値を取り、整流処理を行っています。次は、整流波形が選択されている場合のみ、移動平均処理を行います。コンボボックスの値を変数セレクションに代入します。そして、その値により変数ウィンドウの値を設定していきます。例えばセレクションが7個移動平均であれば、ウィンドウを7とします。また、移動平均処理なしの場合はウィンドウを0とします。そして、変数ウィンドウの値に基づいて、134、135行目でローリング関数を使用して移動平均を求めます。このようにして、データ整形が行われた後にグラフを描いていきます。最初に140行から143行にかけて、キャンパス1とキャンパス2をクリアします。そして、145行目よりはフレーム1に emg1 のグラフを作成。158行目よりはフレーム1アンダーライン2に emg2 のグラフを作成を行います。